毎年市の健康診断で受けている大腸がん検診。大腸がん検診とは、2日間にわたって便を採取し、血液の成分が混じっていないかを調べる便潜血検査です。私は1日分しか提出していませんでしたが、結果は陽性。精密検査用の書類が送られてきたときは、とてもショックで数日悩みました。ちょうどその時、トイレに行くと出血していたんです。痔は以前からあったのですが、痔にしては多めの出血だったので心配なこともありました。大腸カメラなんてできればやりたくないですよね。お尻から長い管を入れるなんて痛そうだし怖い。なんとかやらない方向にしたかったです。調べてみると麻酔をしてもらえば眠っている間に検査が終わるのだとか。はじめは自分のかかりつけの総合病院で検査をしようと考えていましたが、麻酔での検査はしていないということだったので、近場のクリニックを探してみることにしました。私がクリニックを探した条件は、麻酔での検査が可能であること、ホームページに医者の経歴や検査の内容が詳しく掲載されていること、口コミ、評判などです。特に検査を受けたという口コミは大変参考になりました。健康診断の結果と書類を持参してクリニックへ行きました。診察をし、大腸カメラの検査日を2週間後に予約をしました。検査の説明の時、私にとって一番肝心であった麻酔ができるかを確認したところ、痛いようならやりますとの回答。私のイメージでは検査前に点滴をして起きたら終わっていたというイメージだったのに、痛くなってからでは遅くないかと心配になりましたが、すぐ効くから大丈夫とのことでした。思い描いていたやり方と違っていましたが、仕方がなく、怖いけど諦めるしかありませんでした。検査日の3日前から食事に気をつける必要がありました。食べてはいけないものは、キノコ類、海藻類、こんにゃく、繊維の多い野菜、種のある果実など、大腸に残りやすいものです。これ以外であれば普通に食事をしてよいとのことでした。きのこやわかめ、食物繊維の野菜など割と好きで毎日よく食べています。いつも食べているものが食べられないとなると何を食べていいのかわからなくなりました。食べられないものがあるのってストレスですね。検査日前日の夕食までは食べて OK でしたが、私の場合、前日の1日で食べたものはゆで卵2個と具なし味噌汁のみです。検索すると、前日に絶食するのはあまりおすすめできないと出てきましたが、自分の消化力に自信がなくて食べられませんでした。夜の8時にラキソベロンという少量の水に薄めて飲む下剤を飲みました。それから夜中3時頃でしょうか、腹痛がして下痢になりました。こういう時はトイレで倒れそうになります。汗びっしょりでトイレ前にしばらく倒れました。腹痛は朝6時にもあり、2回とも辛かったです。検査日当日になりました。昨日からほとんど何も口にしていなかったので、低血糖になっているのか、頭は重く、ふらふらとしていましたが、いつも通り朝食準備をしたり、娘を学校に送り出したりして、なんとか過ごしました。朝8時、ニフレックという2リットルの水に溶かして飲む下剤を飲みました。2リットルを8時から12時の4時間で飲みます。美味しくないというのは分かっていましたが、空腹のせいなのか、水以外のものが飲める嬉しさがありました。とは言っても、あまり味わいたくなかったので、ストローでゆっくり飲み始めました。ストローで飲むと飲みやすくなるのでおすすめです。ニフレックを飲み始めたら、朝のフラフラだった体調は少し回復し、元気になってきました。お腹に溜まってきたせいでしょうか。飲み進めていくと排便が始まります。この時は腹痛がするわけでもありませんでした。ニフレック1リットルを飲み終えてきた頃から、だんだんと飲むのが辛くなってきました。お昼12時頃、予定通り最後まで飲み終わり、水のような便になり完了です。
飲み終わりから1時間が経過した頃には落ち着くので、クリニックに行くまでのトイレの心配はなかったです。クリニックに早めに到着しました。穴の開いた紙のショートパンツをもらい、下半身だけ着替えをしました。この時、看護師さんに、緑内障がありますかと聞かれ、疑問に思っていると、緑内障の人は筋肉注射が打てないとのこと。筋肉注射を打つとは知らなかったけど、私が打てないとも知りませんでした。緑内障とは、眼圧が高くなって視神経や網膜に障害を起こす病気です。緑内障の患者は筋肉注射などを受けると、眼圧が上昇する危険性があるそうです。筋肉注射は大腸の動きを抑えて内視鏡の挿入がスムーズになり、苦痛を軽減できるそうです。筋肉注射ができないとなると痛いんじゃないの？久しぶりに心臓がドキドキしました。肛門に麻酔のジェルを塗り、カメラが入ります。肛門が少し痛かったけど、これは耐えられました。カメラがスルスルと体に入ってきます。スムーズに入ってくるときは痛みはありません。ああ、こんなもんと油断していると、体勢を仰向けに変えて足を組むように指示がありました。ここからが本番でした。ガスで腸を膨らませるためにお腹が腫れつきそうな苦しさと痛み、画面に映し出された自分の腸内を見たかったのですが、それどころではなかったです。こらえきれない痛みを3回ぐらい訴えたかな。もうここまで来たら意地でも麻酔をしたくない。苦し紛れに大丈夫ですと叫んでいました。こういう時こそ体の力を抜いた方がいいですね。難しかったけど。奥まで届くと今度は折り返し。戻りながらゆっくり見ていくねと先生。痛みの山は越えました。お腹が張って苦しかったらガスを出してもいいよということでしたが、どうやって出せばいいのというのが正直なところです。でもお尻の力を抜こうとしていたので、自然に出ていたかもしれません。検査は異常なしという良い結果に終わりました。出血の原因は痔のせいだろうとのこと。私は緑内障のため筋肉注射はできませんでした。緑内障であることを問診票できちんと書いておいてよかったです。関係ないと自己判断して書かないでいたら大変だったかもしれません。問診票の記入は大事なんだと改めて思いました。検査費用は初診と薬代で1000円程度。検査日の費用が5000円程度。合計6000円ほどで済みました。ポリープもなく、検査のみで終わったことも幸いしました。麻酔をしなかったので、体への負担も少なくできたと思います。検査当日のスケジュールもちょうどよく、このクリニックにしてよかったです。今回は何とか乗り切りましたが、正直なところ、前処置含め二度とやりたくありません。好きなものを何でも食べることができるのは、とても幸せなことですね。怖がりで病院が嫌いな私の長い長い物語になってしまいましたが、いかがだったでしょうか。個人的な感想で、病院によっても違いがあると思いますが、これから検査を受ける方に少しでも役に立てたら嬉しいです。検査日当日の夕食から普通に食事をとり、最初の排便は5日ぐらい過ぎた頃にやってきました。今、検査日から20日ぐらい経ちましたが、ようやく検査前の便通に戻ってきたような気がします。なんだか腸内細菌が減ったような気もしたので、乳酸菌飲料や発酵食品などをとって腸活をしている毎日です。